今回の動画は大人気サンフラワーに乗船。ただしいつもとはちょっと違った特別なフェリー旅。普段は見ることができない絶景を堪能。ぜひ最後までご覧ください。旅のスタートはこの場所、大阪府の大阪メトロニュートラムトレードセンター前駅。本日乗船するサンフラワー紫が出港するサンフラワーターミナルの最寄り駅。今回の船旅はここ大阪から大分県の別府までおよそ 400km。 本来であれば夕方に大阪を出港し、翌朝に別府に到着するスケジュールのフェリーですが、今回は年に数回だけ運航されている特別なスケジュールに乗船することができました。その名も昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ。昼に出港し深夜に到着するこのクルーズでは、通常の航海では見ることができない刻一刻と表情を変える美しい瀬戸内海の絶景を堪能することができるようで、さらには美味しい食事や様々な船内イベントも開催されるようです。ということで、こちらが本日乗船するサンフラワー紫。スペックはこんな感じ。日本初の LNG 液化天然ガス燃料を採用した長距離フェリーとして、国土交通省の内航船省エネルギー格付け制度で最高評価の5つ星を獲得しており、全長は瀬戸内海で夜間航行が可能なサイズとしては最大の 199.9 メートル。トラックドライバー不足やドライバーの時間外労働の上限による物流問題に対応すべく、貨物積載量はそれまでのフェリーと比べておよそ 50% も増加しているようです。ということで、船の外観も存分に堪能したところで、フェリーターミナルに戻っていきましょう。さあ行くぞ。こちらがサンフラワーフェリーターミナル。本来であれば窓口でチェックインをする必要があるのですが、お使いのスマートフォンに事前に QR コードを保存しておくことで、当日のチェックイン作業が不要となります。さすが年に数回だけの特別なサンフラワー。予約はほぼいっぱいのようで、×印が並んでいますね。唯一丸印がついているのは最安値のプライベートベッドのみ。そういう友にはどの部屋なんだと思われる方もいらっしゃると思いますが、それは後ほどのご紹介。乗船開始の時間が11時30分頃とのことですので、それまでは隣にある待合室で時間を潰すことにしましょう。ちなみに待合室の隣にはコンビニもありますので、乗船前に必要なものを購入することができるのも嬉しいポイント。もろもろの諸事情で少し疲れていたこともあり、栄養ドリンクを体にぶち込んで乗船に備えます。予定通り11時30分に乗船が開始。ここ大阪からは鹿児島航路も運行しており、その際は右のエレベーターから別の場所にある第2ターミナルに行く必要がありますが、今回は別府航路ですので左の通路へ。乗船前にはこのような書類の入ったサンフラワーオリジナルのクリアファイルをもらいますが、この中にはイベントの情報やお弁当の引換券など大事なものがたくさん入っておりますので、なくさないようにしましょう。私自身はこのサンフラワー紫には
過去に乗船したことがあるんですけれども、やはり通常とは違い、今回は特別なクルーズ便。どんな船旅になるんだろうと心を躍らせてしまいます。ということで、サンフラワー紫、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ、いざ乗船。船内に入ってみると、まず最初に華やかな演奏が私たちを迎え入れてくれました。そしてこちらが、ここ6階から8階まで吹き抜けになっているアトリウム。いわゆるエントランスホールですね。このアトリウムにはいろいろな設備があるのですが、それはまた後ほどのご紹介にするとして、まずは本日利用させていただくお部屋に向かっていきましょう。今回の船旅では、この中にある6804号室を利用させていただきます。部屋の等級はプライベートツイン、ツインルームと疑問を持たれた方もいるかと思いますが、今回の船旅は妻と一緒に乗船しております。夫婦での船旅は宮崎カーフェリー以来2回目ですね。ということで、こちらが本日利用するプライベートツイン。部屋の大きさは必要最低限といった感じですが、壁には和の装飾がされていて、こだわりを感じる部屋。ということで、このチャンネル恒例の部屋紹介、行ってみましょう。掛け布団をめくってみると、持ち上げるのが大変なくらい分厚く重みがあるマットレス。結構高反発のタイプなので、個人的にはとても好み。逆に枕は少し薄めですが、首を支える力は十分にあります。その他の備品は、使い捨ての歯ブラシにサンフラワーのロゴが入った薄めのタオル。同じくサンフラワーのロゴが入った白いスリッパにイヤホンといったところでしょうか。この辺りの備品は最安値のプライベートベッドを利用した時と同じのようです。部屋の中にはテレビが1台だけあり、船内や緊急時の案内情報はもちろん、地上波の番組も見ることができるようです。部屋の反対側にはテレビはありませんが、代わりにあるのがハンガーと鏡。ハンガーは通常のハンガーが2つと、ズボンを掴むことができるタイプが2つ、合計4つとなります。ベッドの枕側にはライトやコンセント。部屋のライトも枕元のスイッチで操作することが可能となっておりますが、もちろん部屋の入り口にもスイッチがあります。ちなみにこの部屋は外から鍵をかけることができないため、貴重品の管理には十分に注意しましょう。ということで、今回の船旅で利用させていただくお部屋、プライベートツインの紹介もこれにて完了。料金は大人2人で合計5万5千円。庶民派の私ともにとっては少々お高いお値段ですが、特別な体験はプライスレス。最安値の場合は大人1人当たり2万3500円からとなっております。ちなみに乗船時にもらったクリアファイルには、イベントの案内やお弁当の引換券のほか、サンフラワーのロゴマークが入ったオリジナルのボールペンも入っていましたね。再びアトリウムに戻ってきました。船内では引き続き素敵な演奏が流れていて、思わず立ち止まってしまう人もちらほら。私自身思わず足を止めてしまいましたが、本来の目的であるお弁当の引き換えをしてしまいましょう。お弁当の引き換えは
レストラン前で行われており、乗船時から12時半までとなっておりますので、忘れずにもらっておきましょう。現在の時刻は11時55分。出港の時間が12時15分のため、あまり時間がありません。妻と相談の結果、お弁当は出港の様子を眺めた後食べることにしました。ということで、お弁当を置くため一度部屋に戻り、その後は7階にある展望デッキに向かっていきましょう。さあ行くぞ。7階の展望デッキではすでに多くの人がいて、出港の様子を今か今かと待ちわびています。それでも猛暑が続く2025年、日差しを遮るものがない場所にはほとんど人がいません。サングラスを着用し、先ほどまでいたターミナルを眺めていましたが、さすがに暑さが辛くなってきましたので、私たちも日陰に避難することに。日向にいる人と日陰にいる人の人数差がこの時の暑さを物語っていますね。そんなこんなで時刻は12時15分。帝国通りサンフラワー紫は大阪港を出港。1年に数回だけの特別なフェリー旅、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズスタートです。乗船時に利用した連絡橋を見てみるとわかりますかね。スタッフの方が窓から手を振ってくださっていました。こういったお心遣い、とても嬉しいですよね。ここでこの船旅のスケジュールをご紹介。帝国通り12時15分に大阪港を出港したサンフラワー紫は、東洋のエーゲ海と呼ばれる瀬戸内海を航行し、およそ12時間後、日付を超えた0時5分に別府港への到着を予定しております。深夜に到着したらその後の下船が大変そうだなと感じる方も中にはいらっしゃるかと思いますが、その点はご安心ください。別府港に到着後、朝の8時までは船内で休憩することができるようになっております。ちなみに下船のタイミングは乗船までにスタッフの方から確認がありますので、事前に決めておくことをお勧めいたします。気がつけばあっという間にフェリーターミナルの姿が小さくなってしまいました。嬉しいことに天気は眩しいくらいの快晴。そのまま妻と一緒に海を眺めながら景色を楽しんでいると、見えてきたのは絶賛開催中の大阪万博。さすがに会場のすぐ隣を航行とはいかず、少し分かりにくいですが、話題になった木製リングが見えています。開催前は賛否両論あった大阪万博ですが、視聴者様の中に行ったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ感想をコメントしていってください。そのまましばらく景色を楽しんでいましたが、さすがにお腹も限界を迎えておりましたので、そろそろお弁当を食べに行きましょう。お弁当を持って開放されているレストランへ。できれば窓側の座席に座りたかったのですが、やはり同じことを考えている人は多いようで、窓側の座席はすでに満席。とはいえ窓側の座席以外は結構空いていましたので、その中の入り口近くの座席に座ることにしました。ということで、こちらが本日のお昼ご飯となるお弁当。このお弁当は老舗日本料理なだまんが手掛けているとのことで、四季ごとに変わる食材を贅沢に使用し、季節の食材が織りなす繊細な味わいが詰められているようです。それではいざオープン。
見てください。美味しそうな料理が所狭しと並んでいます。2種類のご飯に色とりどりのおかずたち。見た目も美しいためか余計に食欲が湧いてくるお弁当です。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。とても美味しく量も結構あったのですっかりお腹いっぱいです。贅沢な食事を堪能したところで現在の時刻はお昼の1時頃。そろそろこのクルーズ最初の絶景ポイントである明石海峡大橋が見えてくる時間帯のため、今一度7階の展望デッキへ。出港時と同じように展望デッキには多くの人が集まっており、絶景ポイントの訪れを待ちわびていました。他の乗船客と同じように私たちも待ち始めてからおよそ数分後、遠くの方に少しずつ明石海峡大橋の姿が見え始めました。全長3911メートル、1998年4月に開通した明石海峡大橋は現在は世界で2番目の長さの吊り橋としてとても有名ですが、できた当時は世界最長としてギネス記録にもなっていたようです。建設費は当時の換算で約5000億円。明石海峡大橋の開通で本州淡路間または本州四国間が陸続きになったことで農水産物の物流など様々な点でメリットが生じたと言われております。そんな歴史がある明石海峡大橋のアンダーパス、ぜひご覧ください。あっという間にアンダーパスが完了。橋の上を車で渡ることは結構多いかなと思いますが、橋の下をくぐり抜ける体験は船旅だからこその貴重な体験。今回のクルーズではこの明石海峡大橋だけではなく、あと2カ所も橋のアンダーパスの時間がありますので、橋マニアの方はそれまでお楽しみに。ということで、数あるイベントのうちようやく一つ目が終了。この後もこういったイベントは続いていきますが、一旦一区切りということで、しばらくは船旅ならではのぐうたら時間。気がつけば展望デッキの人影はだいぶ少なくなっているようですね。展望デッキには日陰もあるとはいえ、今の季節は夏。どうしても暑さが厳しいところはありますので、涼しい船内に戻っていきましょう。さあ行くぞ。船内に戻ってみると、レストランの前に何やら人だかりが。どうやらインスタグラムのアカウントをフォローすることで誰でも無料でくじ引きを引けるようです。無料という言葉につられてついついチャレンジしてしまいました。結果はおそらく一番下の景品ですかね。マグネット、消しゴム、ボールペンから一つもらえるとのことですので、マグネットをいただきました。そんな余興を楽しみつつ本命のレストランへ。普段の航海では営業時間以外は閉まっていることが多いレストランですが、このクルーズ中は基本開放されているとのことで、なんとドリンクバーも飲み放題。暑さでほてった体を冷たいコーラで冷やします。先ほどと同じように窓側の座席は混雑しているようですので、一度部屋に戻ってぐうたら時間を堪能していきましょう。部屋に戻ってからおよそ1時間が経過したんですけれども、案の定
がっつりお昼寝をしてしまいました。どうやら船内の人影もだいぶ少なくなっておりますので、おそらく他の皆さんもお昼寝をされていることでしょう。ということで、この隙に船内散策行ってみましょう。スタート地点はこの場所、6階のアトリウムですね。サンフラワー紫の旅客エリアは6階から8階となっており、中央のアトリウムは開放感のある吹き抜け構造。天井はなんとプロジェクションマッピングとなっております。6階の主な設備は案内所と船内ショップ、それにレストランといったところでしょうか。乗船前は唯一空きがあったプライベートベッドですが、すでに満室となっているようですね。開放中のレストランの様子ですが、先ほどまでは結構賑やかな雰囲気でしたが、今は若干落ち着いているようです。船内ショップはまた後ほど訪れる予定ですので、今は場所だけの確認。これらの設備の他にも6階にはアイスクリームやカップヌードルを販売している自動販売機コーナーや、子供が遊べるキッズコーナー、写真を撮れるフォトブースがあります。このフォトブースではクルーズ中に2回エンジョイコンサートが行われる予定となっております。乗船時にも演奏してくれていたので、実質3回ですね。それでは階段を上って7階へ移動しましょう。7階から見たアトリウムの景色はこんな感じ。6階とはまた違った雰囲気を感じますね。7階の設備は主に3つあり、1つ目は展望台浴場。もちろん反対側には女性用もあります。大浴場の入り口には現在の混雑状況がわかるモニターがあるのが嬉しいポイント。2つ目はすでに2回訪れている展望デッキ。実は反対側にはもう一つの展望デッキの出入り口があり、そちらはこのように少し小さめの、どちらかといえばまるで穴場のような展望デッキです。もちろん景色も抜群。この場所は左舷側ですので、四国側の景色を堪能することができます。そして最後の3つ目はフェリーおなじみのマッサージチェア。先ほどの展望デッキの隣にありますので、景色を楽しみながらリラックスすることができるようになっております。残念ながら有料となっておりますので、その点はご注意ください。ということで7階の紹介も終わりましたので、8階へ移動しましょう。8階はスイートルームなど個室がメインとなっているフロアのため、設備は2つだけですね。1つ目は7階にもあった展望デッキ。ただ8階の展望デッキはこのようにかなり小さめな作りとなっております。そして2つ目はこちらのスイートカフェラウンジ。コーヒーやアイスが無料でいただけるすごい設備なのですが、利用できるのはスイート、セミスイートの利用客だけとなります。そのため私ともには残念ながら利用することができませんでした。このスイートカフェラウンジ、もし利用されたことがある方いらっしゃいましたら、コメントにて感想を教えていただけるととても嬉しいです。ということで、これにて船内の散策も終了。先ほど場所の確認をしておいた船内ショップに行ってみましょう。さあ行くぞ。船内ショップはこのようにとても広い作りとなっておりまして、出発地である大阪のお土産や
到着地である別府のお土産はもちろん、船旅中に楽しむことができる通常のお菓子やアイス、アルコールやソフトドリンクなど欲しいものは何でも揃う品揃えです。そして船内ショップのお楽しみといえば、やはり各船会社のオリジナルグッズ。さすがサンフラワーと簡単の声が漏れてしまうほど豊富なオリジナルグッズが販売されております。ということで、今回のクルーズで購入したものをご紹介。購入したもの1つ目はやっぱり御船印ですが、ただの御船印ではありません。商船三井サンフラワー発足を記念したクリアタイプの特別な御船印です。2つ目はサンフラワーオリジナルのステッカー。3つ目はサンフラワー紫のキーホルダーですね。ついついたくさん買ってしまいました。そんな感じでショッピングを楽しんでいると、時刻はあっという間に3時45分。フォトブースの前では船内イベントの一つ、お昼のエンジョイコンサートが行われるようです。先ほどまで船内の人影は少なかったのですが、イベントに合わせて少しずつ人も増えてきましたね。そんな素敵な演奏を眺めながら、今回の動画サンフラワー紫昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの前編はここまでとさせていただきます。突然ですが次回予告。明石海峡大橋に負けず劣らずの大きな橋、なんと2つもアンダーパスを体験。体重の増加が気になるほど美味しすぎるフェリー飯食べ放題のビュッフェを楽しみ、夜には船内のプロジェクションマッピングショー。まだまだイベントが盛りだくさんのカジュアルクルーズ。来週もお楽しみに。